ナクサは結局足りるの足りないのガソリンの補助金も関係しますね。これがね結構ややこしくて、ペレット状になる固形のもの、ペットボトルで使えるポリエチレンとかは割と固形物で作られて、それの在庫は結構あるらしいんですよ。でただシンナーとかトルエンとかキシレンとか液体で置いとくと蒸発してしまうものというのはそもそも在庫保存難しいんですよ。だって蒸発しちゃうからなのでナフサ経由で作られるものだったとしても、固形で倉庫に入れとくだけで保存できるものは割と潤沢にあるかもしれないけど、揮発するものというのはかなり量が少なくなってるよねというだけなので、そもそもナフサの中で作られるものでも余りがちなものと足りなくなりがちなものもありますと。そもそものナフサの量どうなのかでいくと、もともと中東経由で200万キロリットルとかを輸入していたんですけども、結局それが来なくて、で中東以外のところが50万リットルぐらいあって、それがなんか135万リットルぐらいまで上げたんだよね、中東以外から一生懸命集めて。ただまだ70万リットル足りてないっていうのが最初のスキーで、そこからまだそこまでホルムズ海峡が開いたわけではないので状況は変わってないっていうのと、6月からアメリカ経由のナフサが来るんですよ。6月からアメリカ経由のナフサが来るから大丈夫であるというふうに言ってる人は結構いるんですけど、ナフサの質がどうなのかっていうのを今のところ誰も断言できてないんですよね。中東のナフサというのは軽いところから重いところ、重油からジェット燃料だったりとかガソリンだったりとか揮発するようなトルエンだったりみたいなものも作れるんですけど、アメリカのってかなり軽量らしくて重油とか作れないっぽいんですよね。そうすると重油とか足りなくなるよねって可能性があって、で逆にベネズエラとかだと重油ばっかりで軽い方が作れないっていうのがあって、アメリカから原油が来ますよっていうのも、それがじゃあ今の日本に必要な構成のナフサであるかというと実は分からないなんですよね。なので足りるかどうかは分からないが正解っていう。なのでバッチリ足りる可能性もあるし足りない可能性もあって、ただ基本的に価格が上がるというのは変わらないです。なぜなら世界中足りないから。なんかね、ナフサ関連は輸出量でいくともう7割ぐらい世界中減ってるらしくて、輸出入の量でいくとね、日本はまだ備蓄とかもあるしお金があるから結構買えてる方なんだけど、ただ世界でいくと7割ぐらいもうナフサ流通量減ってるらしくて、なので価格が上がるということは間違いないんですよ。アメリカから来るやつがどれぐらいの値段で日本の会社が買えるのかっていうのもまだ明示されてないので、なので値段が上がることは確かなんですよね。ナフサが来たとしても値段は高いでしょうと。ガソリンがまだそんな値段が上がってないので日本の人たちってそこまで危機感感じないと思うんですけど、でなんかリッター170円とか、このリッター170円っていう値段がガソリンの値段じゃなくて補助金で無理やり安くしてる値段で、なので月に3000億円ぐらい使って安くしてるんですよね。でリッター170円っていうのがアメリカのテキサスのガソリンスタンドと同じぐらいの価格らしいんですよね。テキサス州っていうのは石油が掘れる地域なんですよ。要は石油を掘って世界中に石油を輸出している地域のガソリン代と同じぐらいのガソリン代で今日本の皆さん買えるんですよ。でそんな安く買えるはずないんですよ。なのでそれはもう税金で補填してますよねって話で、補助金はもう足りなくなるよねっていうのは確か小林孝之さんも言ってると思うので、なのでどっかのタイミングで実態の値段で買わなければいけなくなるので、ナフサも高くなるしガソリンも高くなるというのは基本変わらんだろうと。もしくは税金もっと突っ込むっていうウルトラ C があるかもしれないですけどね、早めに買おうとするのはしょうがないよねっていう。カルビーの白黒パッケージ報道でポテチ買いたくなりました。マーケティングとしても賢い戦略ですか。でも一番最初にやったっていうのがやっぱり知名度というか認知度上がりますよね。その後日清製粉とかイトーヨーカドーとか大手もちょこちょこパッケージ変えますとかやり方変えますって言ってるんですけど、やっぱカルビーのインパクトには勝てなかったっていうのはそういうところあるんじゃないかなと思います。ヒアリングに聞いて何度も言ってるんですが、政府はナフサが足りていて目詰まりが起きていると考えているのですが、現場は目詰まりではなく本当に足りないとギャップが生じているのでヒアリングをするのです。落としているのではないです。ただ診断不足を言ってます。診断吸っているので禁断症状つらい、そこいや結局だからカルビーみたいな会社が売名行為って言われてしまうっていうのが、そこで事業がやりづらくなってしまうのと、あともう足りないんだからちゃんと節約しようぜって話なんですよ。ガソリン補助金出しちゃダメでしょ、足りないんだから。
なのでイトーヨーカドーがパッキングをやめてお客さんが自分でパックに入れる形式に変えるっていうのをやったんですけど、あれを日本中のスーパーでやるとかでナフサ由来製品をなるべく使わないようにするっていうので、在庫が完全になくなりましたっていう状況を避けるというのをやった方がいいんじゃないかなと僕は思っています。そのうちタッパー持参、いやだからね、タッパー持参にした方がいいと思うよ。タッパー持参の人だけ10円安くするとかっていうぐらいにした方が、結局日本は石油が湧いてこない国なので湧いてこない以上は石油をちゃんと、石油ナフサを貴重に扱いましょう。補助金出して安く使えるやんっていうのよりそっちの方がいいんじゃないかなと思ってます。石油の値段が原油1バレル$100超えましたみたいになってるんですけど、石油が今めちゃくちゃ高くなっていますという状態において、クウェートがもう石油作るのやめますって言ってるんですよ。これなんでやめますって言ってるかっていうと、クウェートの生産量はずっとあったんですけど、倉庫満タンになっちゃったんですよ。海峡を通してもともと何万バレルというのを、何百万バレルかっていうのを運んでたんですけど、そこの海峡が埋まっちゃったので、石油の生産工場のタンク自体が埋まっちゃったので、これ以上石油掘ったら溢れちゃうねっていうので、石油を掘るのを止めますっていう、数日で止めますという宣言をしたんですよ。で、これ多分ね、ホルムズ海峡が閉鎖されるものだと、多分他の国もそういう形になって、世界中の石油の流通量自体が減っちゃうんですよね。世界中の石油の流通量が減って、世界中で原油の値段が上がって、いろいろ困るよねってなるのがまずいので、アメリカ様の考えた方策というのが、ロシア石油売っていいことにしようぜっていう。ロシアって経済制裁してるので、石油売っちゃダメだよねっていう風にしてるんですけど、でもこっそりインドとか中国とか買ってるんですけど、これがもうロシア石油売っていいことにしようぜってなると、もうロシア、ウクライナ戦争、ロシア勝ち確定なんですよ。世界中で価格が上がってるところで、ロシアが独占してすごい高い価格で原油売りまくるっていう。いやいや、経済制裁世界中でやってるの、これいいんすかっていう。イランとアメリカが戦争したいから、ロシアの経済制裁やめるわってどうなのみたいな。とはいえ世界中の人たちっていうのは石油は欲しいので、石油ないと本当に人死んじゃうんでね。出光興産が1年が作れないって言ってて、1年っていうのが輸血用のバッグとかカテーテルとかチューブになるようなものっていうので使われるんですけど、それの原料がナフサと呼ばれるガソリン油とか石油的なものを取った後に残ったもので作るんですけど、残ったものっていうのが足りなくなっちゃうんですよ。なので1年の製造できなくなりますよっていうのが出光興産が取引先に言ってるってのって、ポリエチレンとかですね、はい、ペットボトルとかも作りづらくなってくると思うんですけど、このナフサっていうのは日本でも原油をそのまま輸入してきて、そこで精製して中でナフサもちょっとずつは作れてるんですけど、その量だけだと足りないので、もともとナフサだけを出光さんはホルムズ海峡を通して輸入してたんですよ。で、これがなくなってしまうと、新たなカテーテル作れないよねとか、手術用の手袋とかも作れないよねとか、点滴とかお薬とかが入ってるような袋自体がないので、お薬があったとしても流通させられなくなるよね。じゃあペットボトル作るのやめますとかっていうので、ある程度変えられたとしても足りないというのは現実的な問題なので、これ日本がまだ言ってるくらいですけど、世界中でこれが起こるので、多分世界中で石油不足、ナフサ不足、エチレン不足によって死者が増えるよねっていうところになった時に、アメリカさん何やっちゃってんのっていうのになる確率が高いんですよね。この間、日本は資源も特にないし、働きまくるしかないって言った方が、はい、そうです。結局日本の場合は、いかに働いて金を稼ぐかっていうのをやらなきゃいけないので、外貨を稼ぐ仕事を一生懸命やるしかないんですよ。国内でいくらお金を回してたとしても、石油が買えないので、なので、国内の産業の GNP のが大きいのだから、日本は国内の仕事だけでいいのだっていう人いるんですけど、残念ながら外貨を買うお金がない。日本円を受け取る人というのが、海外にどんどん減ってしまうと、円がどんどん安くなって、結果として石油が高くなってしまうとか、レアアース、レアメタルが高くなってしまうとか、食料品の輸入も高くなってしまうとか、肥料の輸入も高くなってしまうとなって、物価が高くなってしまうってのがあるので、物価が高くなっている原因としては、日本が外国に物を売るだけの魅力的な商品を作ることがあまりできていないという問題だったりするんですよね。円安よろしくないよね。円安の方向にしている国債すりまくりよろしくないよねって話を僕がすると、じゃあどうすればいいんだってなると思うんですけど、短期間で何かをして日本が良くなるようなほど簡単な問題ではないんですよね。40代で非正規雇用です。結婚したいです。アドバイスとか1年何かしてなんとかなる問題じゃないじゃないですか。もう40代で非正規雇用で結婚したいって言っても、まともの人はもう結婚しちゃってるわけですよ。子供欲しいってなるんだったら、やっぱり高齢出産っていうのがあるので、30代の女性ってなると思うんですけど、子供が産める30代の女性であれば、
やっぱ40代成功よと結婚しないよねっていうのはあるのですよ。っていうのが多分日本の問題と一緒で、日本が外国に売る商品がないので、なんとかして外国に売る商品を作らなきゃいけないよねという状態で、とはいえでも日本はお金を払ってない人にもサービスを提供しなければならないという政治的約束をしてしまったんですよ。赤の他人の家にわざわざ来て食事を作ってくれて介護をやってくれてというのが税金で全て賄われる国って、北欧とかフランスとかは多少はやってくれますけど、日本ほど手厚くはないんですよね。でも日本の場合ってどんな人でもお金がない人でも家まで介護の職員の人が来てくれてケアをしてくれてっていうので、そのお金は誰か別の労働者が払った税金と社会保険料でなんとか帳尻合わせてるわけじゃないですか。で、労働者はどんどん減っていって、高齢者の人数というのは増えていますと。ヘルパーさんの給料というのをずっと赤の他人の労働者が払い続けてるんですよね。昭和の時代ってそんなシステムなかったんで回ってたんですけど、平成以降そういうシステムにしちゃったんですよ。結果として国債の利回りの国債をいっぱい発行しちゃってるんで、国債の利子というのを払わなきゃいけませんっていうのもあるし、社会保険料っていうのも足りてないので、国が税金突っ込んでヘルパーの人の給料払わなきゃいけないっていうのがあったりとか、お医者さんに対しての費用だったり、薬代とかって出さなきゃいけないよねっていうのがあって、本質的には何か一個円安にしたから全て解決だとか、国債を吸って1年頑張ったから全て解決だっていう問題ではなくて、人口が減り続けてる国に投票する人っていうのはあんまりないので、トヨタ自動車単体とかであれば投票する人いますけど、日本国と考えると、それは人口増えてる人と減る国だったら人口増えてる国に投資するよねって至極当たり前の話なんです。本質的には日本人の人口が増える状態にしなきゃいけないんですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。